皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は金沢の奥座敷花咲くいろはでも有名な湯涌温泉をご紹介したいと思います。湯涌温泉へのアクセスはマイカーですと駅から約30分ほど、公共交通機関では国鉄バスが湯涌温泉駅まで走っております。こちらは交通状況にもよりますが約50分程度の乗車でしょうかね。それぐらいの時間で、こちら湯涌温泉へ到着することが可能になっております。今から10年前、アニメ花咲くいろはのモデルとなったことから、ここ湯涌温泉は全国に知れ渡ることとなり、また聖地巡礼という、そういった新たな観光客を掘り起こした、そういう温泉街でもございます。またこちらの歴史は古く、開湯1300年、西暦718年に地元の農夫が羽を休める白鷺を見てこの湯涌温泉を見つけたとされております。その後江戸期に入りまして、前田藩歴代藩主とその一族がここを常用したところから金沢の奥座敷と呼ばれ、そして、現在に至っております。映像は国鉄バス湯涌温泉のバス停側から湯涌温泉そういう白鷺の湯の方へ向かって歩いている映像でございます。はい、こちらにはね、有名な、宿のね花屋さんがあったり、それから途中はですね、このちょうど開花した時期でしたので桜がね見事に咲き誇っておりました。画面右手は旅館栄屋、その向かい側には大正時代湯涌温泉をこよなく愛した画家であり詩人である竹下夢二氏を記念した記念館がこちらにございます。夢二記念館のすぐ隣にはそういう白鷺の湯がございます。そしてそちらの手前階段があるんですけども、階段の方へ、登っていきますと、こちら薬師寺というのがですねございます。でカメラはそちらの方へね今向かっております。はい、こちら右に行きますとね薬師寺になります。で、途中の踊り場から見た湯涌温泉の風景でございます。ということで僕はですね、こちら右の方行かずにねまっすぐ、登っていきました。最初に向かった先は薬師寺ではなく稲荷大明神でございます。お稲荷さんにご挨拶をした後はすぐ隣にある薬師寺の方へ向かってこちらでもお参りを済ませてきました。こちらですね、この今は通れなくなっているんですけどね、この林道というんですかね、参道の方入っていくことも可能になっております。はい、こちらが薬師寺でございます。早速中に入りましてね、お参りをお賽銭を入れて、鳴らして拝んでおりますけどもね、はい、旅の無事をね祈願しております。そしてですね、おみくじを引いてみました。おみくじを引きますとね、はい、大吉が出ました。ありがとうございます。はい、そして百万さんもお参りをしております。はい、こちらでね記念撮影です。お参りを済ませた後は途中にあります白鷺の足湯の方へ向かいました。はい、このねこれかかしなんですけどね、漠然と置いてあったのでねこうちょっとびっくりしちゃいましたけど、はい、こちらがね足湯ですね。そうですね、この足湯はだいたい15分ぐらいでしょうか。それぐらい使っておりますと今度立ち上がった時にですね、全身に温かいこう血液が巡る感じでね汗ばんだりしますね。ですからハンドタオル、フェイスタオルなどをね持参されるといいかなって思います。足湯のあった場所よりさらに奥に進んでいきますと玉泉湖散歩道っていうところがございます。でこちらはですね湯涌温泉で宿泊した場合はね朝夕方などのね散歩道には非常にいいところではないかなと思います。で、歩いておりますとですね
岩久の氷室、これが見えてまいります。でこの岩久のこの氷室ですけども、毎年この氷火開きというのがありまして、ここでね、イベントが行われております。その昔、前田藩政時代、徳川幕府への献上品として、この氷室のこの氷、雪ですね、これを将軍家の方に献上していたという、そういうものでございます。石橋を渡りますと、もう4月上旬だっていうのに、いまだにここで名残雪があったんですよね。これには僕もちょっとびっくりしました。もうすでにいい加減全て溶けてるんじゃないかなと思ったんですけど、このね、雪がね、まだたくさん残っておりました。はい、そしてここがね、玉泉湖の反対側から見た景色でございます。この散歩道はですね、先ほど氷室があったところからずっと周回しております。玉泉湖をぐるりと一周して、また竹久夢二さんのところまでね戻ってまいりました。このね、一本桜があるんですけども、この桜がねやっぱり見事ですね。もういつ見ても美しいです。桜は最高ですね。元来た道を戻り、車に乗って今度は橋の向こう側の方へね向かっております。で向かった先は岩久江戸村でございます。こちら江戸村ですけども、これは国の指定文化財、それから県の指定文化財、あと市の有形文化財等を移築して作られたところでございます。ということで、施設内の撮影許可をいただきまして、またカメラはですね、この文化財の中へね入っていって撮影をしております。こちらはですね、旧山川家というこの昔のですね米の仲買問屋さん、これの米のね仲買人ですね、これを営んでいた方のお家というかですね、邸宅でございますね。はい、ここもねこう入っていきますと、朱塗りのお部屋、これは仏間になります。で仏間の奥に、はい、こちら茶室ですね。いかにもこの庄屋さんというかですね、米の仲買人をやってるお家なだけあって、こういった茶室もしっかりと完備されているわけですね。茶室はこれ畳3畳ぐらいでしょうかね。スペース的には4畳分ぐらいのスペースなんですが、掛け軸がかかっていたりとかですね、そして、茶を沸かすいろりがあったりとか、本当に、ここでねお茶を立ててね飲んでたんでしょうね。はい、ここで百万さんもね記念撮影をいたしました。はい、ということでこのね、旧山川家を後にしまして、次に向かいますのが旧石倉家でございます。こちらはですね、宿場宿の陣馬の継ぎ立て問屋でございまして、で、このお家というのは時としてこの本陣としての機能も備えておりました。本陣というのは、お侍さんがですね、その土地を訪れた時にそこのお偉いさん、例えばお殿様とかご家老とかがそこをね拠点とする場所として使われておりました。ですからですね、こちらの方、この門がちゃんと構えてあるんですね。でこの正面の門、これは通常はですね、お家の人って使われないんですね。で、幕府の方が来て本陣として使うときにここの門を通るということになっております。はい、では早速ですね中に入ってみたいと思います。さすがねこう問屋ということで、それらしい雰囲気を醸しておりますね。で、籠があったりですね、基本的に板の間なんですけども、はい、ではちょっと中にね入ってみたいと思います。はい、板の間で、ここがですね居間になりますね。ここで食事をしたりするんですけども、はい、いろりがございます。
で奥の方に入っていきますとね、また畳敷きになるんですが、どうですか、やはりね昔のこのお家というのは、日本家屋というのは高い天井、そしてこの吹き抜けのね、広々としたこの空間、やっぱり魅力的ですよね。はい、で、今こちらが昔のお台所でございます。ここで、料理を作ったりですね、してたわけですね。でその隣はですね縁側がありまして、縁側から覗くですねこの庭、こういうのもありましたね。なんかこうやって見てるとね、なんかサザエさんのお家みたいな感じがしますよね。いえいえ、そうじゃありません。これね庄屋さんのね大きなこの富豪のお家でございます。はい。ということで、床の間とかですね、いろんな間というものがございまして、はい、こちらですね。一番奥の方まで歩いていきますと、厚畳の部屋、厚畳の間というものがございます。でこちらはですね、高貴な人が、誰かと謁見を受ける、誰かと会うときにですね、座る場所、ここで言いますとお殿様とかですねのが座るスペースということになっております。はい、こちらでございますね。でこれが先ほど門から入ってきた正面のところでございます。この厚畳の間とその厚畳、座ってもいいっていう風に、ね、なってましたので、早速ちょっと大名気分でですね、あぐらをかいて座ってみました。でまた百万さんもね、座ってもらってですね、ここで、撮影をいたしております。はい、こんな感じですね。はい、百万さんもご満悦でございました。大名気分を味わった後はそのまま外に出まして、次は旧長井家、こちらはですね金沢市の菊川というところに、ございました足軽の居住区に立っていた、建物を移築したものでございます。そしてこちらの邸宅はですね、足軽の中でも足軽小頭と呼ばれる、今で言いますと30人ほどの部下を従える、そういった、役職のついた、お侍さん、その方が暮らしていた居住区になっております。玄関を張りますとね、まずこの客間がございまして、当然畳敷きなんですけども、当時としてはですねこの畳というのは非常に高価なものでして、通常はですね、板の間で私生活を送るんですけども、こういうお武家さんの邸宅になりますと必ず客人が来ます。客人が来るための応接のためにですね、畳の間っていうのを設けてあったということでございます。でこれもね、下級武士ではあるのですけども、頭というね頭という役職がついておりますので、そこそこの広さ面積を持った邸宅になっております。はい、ということで、今回は金沢湯涌江戸村さんのご協力を得まして、この館内のですね、邸内の様子を撮影させていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。